その始まりのエネルギーやその後の公転周期ずっと影響するから、本当にこの1ヶ月だけこれ頑張って、この始まりのお羊座の0度に165年の公転周期の海王星が今月入るわけです。こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。さて、2026年1月の先生術的な天体の流れと、そこからの主な影響についてお話をしていきたいと思います。そして、この1月結構大事です。そして2026年はとにかく新しい時代の始まりの年です。そしてこの始まりのエネルギーが全てを決めるというふうに願望実現術では教わるんですね。ですからとても大事な年の大事な始まりの年なので、だからこそ何に一番エネルギーを当てて、取り組めばいいかというお話もさせていただきますので、ぜひ最後までご覧ください。さて、2026年の1月、大きくテーマで言うとですね、現実を動かしていこうとする決断ですね、をすることと、時代が切り替わる予兆、これが同時に1月に走る。明らかにみんな、気づく。確かに、先生術師がよく言ってるけど、ほんまに変わるんや、2026年っていうような出来事が起こっていく濃度の高い1ヶ月になります。ですが、皆さんの個人一人一人の行動としては、焦っての行動はしない方がいい時。皆さんが焦らなくても世の中でたくさん変化が起こっていきますから、冷静にいることはすごく大事です。で、特にですね、前半、ヤギ座で金星と火星がコンジャンクションして、で、これはお金とか仕事とか人間関係とかパートナーシップといった人生の現実的な面に対して、もう腹をくくるしかないんだ。本気で取り組むしかないんだっていうスタートのエネルギーが入るような出来事が多くなるということなんですね。ヤギ座なので気持ちだけではなくて結果や責任や長期的な視点、これが強く問われる、そんな出来事が増えていきます。それは今すぐ起業するというよりも、今焦った行動がいい時期では決してないので、それよりもそのための長期的な計画に必要な学びを始めるとか資格を取るとか、そっちの方ですねがとても大事な時です。そしてこの決断が2026年以降の社会的な立ち位置とか皆さんの肩書きステータスにそのままつながっていくという人も多いのではないかと思います。なので1月何を始めますか、何を習いますか、どこに向かっての舵を切りますかということが大事なわけです。そして、太陽と木星、火星と木星っていうのも前半にオポジションになります。これによって理想っていうものに対してのスケール、大きさが拡大していきます。夢へのパッションも大きくなるし、やりたいっていうことも増える一方で、でも現実を見ると現実的な制限も同時に突きつけられるっていうのがオポジション。で、これはあなたどこまで本気なの？そこに向かってどこまで本気でかける気があるのっていうことをもうテストされている期間ということになりますので、だからここもまた慎重さも必要な時期ということになりますね。ここのところの設定が甘いと、この後海王星土星がお羊座に入るとエネルギーが変わって世の中でいろんな変化が起こった時に軌道修正をせざるを得なくなるんですね。だから今起業してしまう1月にというよりは、今は学びや資格や、に関しての一歩、計画を立てるっていう一歩で、まだ現実的な分かりやすい行動っていうのは、学びの延長線上に決めていくという感じかもしれません。1月の下旬に海王星がお羊座に移動します。これに関してはもうこのエネルギーピンポイントでちゃんとした動画をまた上げますので、そちらをご覧いただきたいんですが、でもこれがもう1月中に起こるということで、1月の流れに入れておくことが大事ですね。165年周期の
始まりです。お羊座の位置っていうのは始まりですから、これはこれまでの曖昧な理想とか誰かが示した夢ではなくて、私が何を信じて何を始めるかという個人の衝動から生まれる理想へと時代の夢の質そのものが変わっていきますよということを示しています。そして同じく下旬に太陽がヤギ座から水亀座へ移動して、社会的な成功や肩書きから個性、仲間、未来ビジョンへと意識が一気に変わっていくということも経験していくと思います。冥王星はもう水亀座初期のところで安定しているので、テクノロジー、コミュニティ、新しい価値観が一過性ではなくても本格的に定着し始めてるなという合図のようなものも起こっていきます。そして土星は来月が変換ポイントなので、今月最後の魚座期間を過ごすわけです。この30年、29年で最後ですね。なので、これまでの29年間続いてきた混乱とか、曖昧にしてきたものとか、感情が浄化できてないものとか、そういうものの浄化の、クリアにしていくということの再仕上げが1月に行われていきます。2026年1月は古い夢を終わらせる人と新しい衝動に火をつける人がはっきりと分かれる分岐点で、そのための準備と学びの時ということになります。確実に人生のステージが切り替わる1ヶ月ということになりますので、皆さんが何を終わらせて何を始めるのか、この1月の選択がこの先数十年の流れを決めていくということになります。そして2026年、次々とルールや構造が変化していくということをもうすでにお話ししています。なので、もう焦っての行動っていうのは NG なんです。この後変わっていくことがあるから。では、じゃあこの変動期にでもスタートだという、何をスタートさせるのかというのは、やはりさっき言ったように、起業するというよりは、それまでのそのための学びを始める、足りてない資格を始める。そういうのが一番いいですね。で、それが新しい時代に活かせるように、足りてないツールを手に入れておくということです。で、もう一つがですね、マニフェステーション術実現プロジェクトっていうのが私のライフワークで、これをたくさんの方に経験していただいていて、そこで波動を上げる術をこう毎週伝授してみんなにやってもらってるわけですけれども、その中で一番大事なのは朝っていうふうに言ってます。朝の行動が朝一日の波動を決めるんですね。だから朝に波動を上げるための活動をしていれば、その日テンションがその後下がることがあったり、嫌な人に会うこともあっても、朝上げておいたここが基準で、そこから上下するので影響を低いものを受けにくいんです。で、これは全てに当てはまりまして、私自身が実は半年で10キロ痩せた話は何度もしてますけど、これも血糖値を下げることに成功したからなんですけれども、血糖値を下げるためにも一日中ずっと下げることを意識するんじゃなくて、朝に何を食べたか、その朝食べたものが作る血糖値がずっとその後一日の間に何を食べても影響するということを知って、セカンドミール効果って専門用語でもちゃんとあるんですけど、だから朝の食べ物にもう命かけてみたいな感じですごくバランスのいいものを食べて、もう昼夜は結構好きなものを食べる。これで成功しました。だからずっと気をつけていくってことはストレスになりますでしょ。だからその波動を上げるっていうのもとにかく朝なんです。で、その始まりのエネルギーからの上下だから、この波動が低いまま始まりを始めてしまうと、そこから上げていくのがすごく大変になるんです。なので、私も個人セッションに来ていただいた方はご存知だと思うんですけど、よくタイミングを見てて、なんかの天体がね、その人の誕生図の始まる位置にもうすぐ来るよっていう時には、この月だけでもここ意識して、その始まりのエネルギーやその後の公転周期ずっと影響するから、本当にこの1ヶ月だけこれ頑張ってみたいな話をよくすることがあります。それぐらい大事なんです。で、その始まりの地点がお羊座の0度です。で、この始まりのお羊座の0度に165年の公転周期の海王星が今月入るわけです。そして来月には29年公転周期の土星も入るので、これから先の土星の29年、これから先の海王星の165年のテーマ
脳に関する波動は、この入った時の皆さんの波動で決まるわけです。で、それが今年っていうのが、今年の波動が皆さんの今後の波動を決めるということなんです。で、海王星は夢やゴールへのビジョンですし、土星っていうのは願望実現と達成のための現実的なプロセスを示していますから、この2つの大事な始まりの時期に、このテーマであなたたちが、皆さんが波動が高い状態で2026年の前半を過ごすことがもう今後に影響を与えます。ということなので、波動を上げるということが一番今の時期意識するのが大切です。なんか現実的に起業する前に波動を上げてから起業が大事なんですよね。その起業した時のエネルギーから基準になるから、先に波動を上げておく。これが大事です。いろいろな角度で波動を上げることはできます。もちろん私はそのプロジェクトや波動を上げるためのセプタグラムソウルジャーニーコーチング講座っていうのも提供してますし、もちろんウェルカムでございますし、その波動を上げるためのいろんな動画はちょこちょここれまでも出してますので、振り返って動画見ていただくと結構ご自身でできることもあるかと思いますので、ぜひチャレンジをしてみてください。素敵な1月を迎えていきましょう。